皆さん、こんにちは。お絵かきバーチャル YouTuber のやきまえるです。皆様、なんとですね、XP ペンさんからついに 4K マルチタッチ対応の液タブが出ました。今までって 4K でマルチタッチ対応の液タブが欲しかったら、僕の知る限りワコム社製の液タブしかなかったんですが、ついにね、XP ペンさんから発売されました。もうね、ようやくです、ようやく。ということで、今回は XP ペンさんのご提供により、新作液晶タブレットアーティストプロ 16TP のレビューをしたいと思います。こちらの液タブ、4K マルチタッチって時点でかなりね、すごいんですが、さらにですね、しっかりフルラミネートを採用しています。なので、視差もね、ほとんどないらしいです。その他も、プロ仕様の色域、画面とね、しっかり高性能なプロ仕様の製品となっております。で、気になるお値段なんですが、現在 Amazon での価格が11万1000円。今なら 5% オフクーポン適用で10万5450円で購入できちゃいます。もちろん今までの解像度の低い液タブよりは少しね、高くなってしまってはいるんですが、この性能でこの価格はマジで安いです。ちょうどワコム社製の同サイズの 4K 液タブが約16万6000円なので、今までの相場から見ると3分の2ぐらいの価格になるんですよ。ですが、安かろうで問題があったら意味がないので、今回もしっかりね、プロ目線で描画性能と書き心地をね、見ていきたいと思います。そしてさらに、こちらの液タブのプレゼント企画もやっちゃいたいと思います。こちら後ほど詳細をお伝えしますので、ぜひ最後まで見ていってください。それではね、早速見ていきましょう。今回の液タブ箱めちゃくちゃかっこいいんですよね。まずはこちらから、サンキューカードに保証書、グリーティングカードにクイックガイド、ちゃんと日本語での説明があります。クリーニングクロスにお絵かき用の手袋、じゃじゃーん。で、お次はペンケースとペンです。今までとペンケースがね、変わりまして、めちゃくちゃおしゃれになりました。しかも素材がね、メタルですごいね、高級感があります。ここをカチッと押すと中がねスーッと開くような仕組みになっています。ペンの仕様は筆圧感知が8192レベル、傾き検知機能付きで、ボタンが今まではここに2つあったんですが、今回はここに1つ、こっちにね消しゴムボタンが付いています。そしてもちろん充電は不要です。ペンケースには替え芯が9本と芯を抜くためのツールが入っています。次はケーブル類です。こちらの液タブはパソコンか一部の Android 端末につなげて使います。単品では使えないのでご注意ください。接続方法が Type-C と従来の HDMI と USB での接続、どちらにも対応しています。どっちのケーブルも入っているので、ほとんどのパソコンで別途ケーブルを買わなくても使うことができます。もう1個入ってる Type-C ケーブルは電源用です。こちらの電源タップに挿して使います。ちゃんと日本のコンセントに刺さります。しかも日本だけじゃなく、いくつかの国でも使えるように電源タップの先の形を変えるやつが入っています。なので海外でもね、絵を描くことができます。はい、そしてこちら本体でございます。もうめちゃくちゃね、シンプルで、見てください。これめちゃくちゃ薄い。もうこれだけスッキリしていると取り回しがすごいいいし、持ち運んで使うこともできそうです。画面はアンチグレアスクリーンになっています。で、さらに今回のスクリーンなんですが、眼精疲労緩和技術が組み合わさっていて、さらにね、今まで以上に目が疲れにくいディスプレイになっているそうです。で、こちらの液タブ、ショートカットキーはね、ないタイプになります。ただ、ショートカットキーなんですが、正直ね、プロの人っていうのは、キーボードや左手デバイス、こういったものですね、を使う方っていうのがかなり多いので、ない方がね、スッキリしていて嬉しい人が多いんじゃないかなと思います。で、今回こちらの液タブスタンドがついてこないです。なので、液タブスタンドが欲しい方は別途ね、購入する必要があります。接続は簡単です。パソコンとつないで、ドライバーという専用のソフトを公式サイトからダウンロード&インストールするだけです。
説明書の通りに接続すれば大丈夫です。セットアップ時の注意事項としては、もともと何か液タブやペンタブのドライバーが入っている場合は、アンインストールして PC を再起動してから入れるようにしましょう。また僕が Windows なので Windows での設定画面になっちゃうんですが、ディスプレイ設定で配置、サイズ、解像度を正しく設定するのと、マルチタッチ機能を使用したい方は、液タブの画面をメインディスプレイに設定するようにしてください。それでは実際の描画性能を見ていきたいと思います。画面は 15.6 インチ。色域は Adobe RGB92% です。そしてね、解像度は 4K です。15.6 インチの液タブはですね、大きくもなく小さくもなく、ちょうどいい感じのサイズ感っていう印象があります。A4 の紙と比較してみると、ちょうどね、画面の高さは少し A4 の紙よりも、このぐらいね、小さいぐらいのサイズで、横幅は A4 の紙よりも、このぐらい大きいぐらいの画面サイズになります。勉強机とか PC デスクでも問題なく使えるサイズだと思います。液タブ自体がすごいスッキリしているので、出し入れがしやすいのもメリットの一つだと思います。で、この色域 Adobe RGB92% なんですが、かなりね、いい色域です。ですので、印刷物用のイラストの制作とかでもかなり安心して使える性能になっています。で、液晶の種類がちょっとわからなかったんですが、このようにね、いろんな角度から見ても色味が安定しているので、デザイナー用のいい液晶なのかなと思います。そしてこちら、マルチタッチ対応でございます。液タブってペンは反応するけど、指はね、反応しないタイプが多いんですが、こちらは指で、このようにね、タッチ操作ができます。で、これ誤解している方が多いんですが、液タブのマルチタッチってタッチ操作に対応しているただのパソコンとは全然別物なんですよ。普通のタッチ操作できるパソコンだと、指で書いてもペンで書いても同じように線を引くっていう、ピーってやっても線を引くっていうようなことになっちゃうんですが、液タブのマルチタッチはペンの時は線を引く、指の時はキャンバスを動かすっていう判断になっているので、そこがね、すごいところなんです。だから直感的に絵を描いている途中にイラストを移動させたり、拡大縮小したり、回転したりっていうことがね、できます。ただ、Mac や Android では一部使えないジェスチャーがありますのでご注意ください。で、このマルチタッチなんですが、マルチタッチって間違ってね、どう書こうかなーってスーってやってね、間違えて画面に手が触れちゃって、画面が動いちゃうっていうのが苦手な人っているじゃないですか。そういう方向けに3つのモードが用意されていまして、完全なマルチタッチとペン優先のマルチタッチ、マルチタッチオフが液タブのね、右側についているボタンで切り替えられます。で、こちらも Mac や Android では一部使えないモードがありますのでご注意ください。そして解像度は 4K です。もうね、めちゃくちゃ綺麗です。ドットはね、近くで見ても全くね、見えません。なので、画面じゃなくて本当に紙に絵を描いている感覚で絵を描くことができます。ここで一つ注意事項なんですが、4K で液タブを使いたい場合は、4K 表示に対応したパソコンじゃないと表示できないのでご注意ください。ただ、もし 4K に対応していないパソコンしか持っていなくても、普通の解像度でこちらの液タブ使うことができますのでご安心ください。それではお待たせしました。描画性能を見ていきたいと思います。まずは追尾性能。早くゆっくり動かしてみます。この辺は問題なく動きますね。早くぐるぐるやってもね、線が変にガクついたり飛ぶようなこともないです。入り抜きはこんな感じです。そして示唆なんですが、フルラミネートなので、このようにね、もうほとんどありません。こんな感じでほとんど示唆がない状態で書くことができます。で、また四隅でもこんな感じで、ペン先とカーソルの位置はほとんどね、ズレがありません。で、こちらの液タブの書き心地なんですが、とてもね、
サラサラしている印象です。あまりペーパーライクな感じではないですね。ペーパーライクな液タブって書いてて気持ちよくはあるんですが、ペン先がね、すごい勢いで消耗していくのと、あと画面のね、色味が落ちがちなので、そういう意味ではすごくいいと思います。どちらかというと、硬いところにね、絵を描いてるっていうような印象にはなっちゃうんですが、でもなんか画面によくあるキュッキュキュッキュする感じがなく、なんかサラサラしているんですよね。なので紙とはねちょっと違いますが、慣れればねサラサラ絵が描けるんじゃないかなと思います。それではね実際に絵を描いてみて、気になるところとかないかをねしっかり見ていきたいと思います。アーティストプロ 16TP で絵を描いてみたメイキング動画を流しながら、実際に描いてみて気づいたことなどをお伝えしていきたいと思います。以前なんとなく描いた落書きをベースに僕を描いていきたいと思います。書き心地なんですが、ペーパーライクじゃなくてね大丈夫かなとね心配していたんですが、もともと液タブに慣れてるのもあるかもなんですが、全くね問題なかったです。やっぱり先ほど伝えたようにペーパーライクみたいにザラザラはしていないんですが、なんか画面がねサラサラしているので非常にスムーズにペンが動いてくれました。でしかも高解像度でフルラミネートなんで、本当に目に見える情報が紙に書いている感じに近いので、やっぱりそういうところですごいね違和感なく書けたのかなと思います。でマルチタッチは誤作動とかじゃないんですけど、やっぱりね動かすつもりがない時に画面に手が触れちゃって動いちゃうっていうことはありました。自分が今までマルチタッチじゃなかったので、どうしても手を画面にね置いちゃったりするんですよね。でこちらお絵かき用の手袋をつけてもタッチがね効いちゃうので、慣れるしかないかなと思いました。あと少しマルチタッチの動作がもっさりしているかなという印象です。この辺りは他社のねマルチタッチを触ったことがないので、こういうものなのかちょっとわからないのが申し訳ないです。あと高解像度液タブは画面の熱とかが気になる方も多いと思いますが、実際ね書いてみて XP ペンのロゴの文字あたりと真ん中のケーブルの刺さってる上の方のあたりが少しあったかくなる程度でした。今回 4,5 時間ぐらいぶっ続けで絵を描いていたんですが、暖かい部分も熱くて触れないみたいなね感じではなく、ほんのりね暖かい程度だったので、描いていて気になることは全くなかったです。ということでイラストもほぼほぼ完成です。やはり高解像度フルラミネートでかなりね繊細に描けるので、ほとんど画面を拡大しないで楽しくね絵を描くことができました。今回のアーティストプロ 16TP は 4K 対応の液タブが欲しいっていう方に本当におすすめの液タブです。ぜひご検討ください。とは言っても新しい液タブどんどんね出ていますので、最新情報は要チェックでお願いします。そしてお待たせいたしました、プレゼント企画のご案内です。今回ご紹介したアーティストプロ 16TP を抽選で1名様にプレゼントしちゃいます。プレゼント企画の応募は僕とXP ペンさんの Twitter アカウントをフォロー&該当ツイートをリツイートすることで応募できます。該当ツイートができ次第概要欄にリンクを貼っておきますので、そこから該当のツイートを確認してどんどん応募してください。ということで XP ペンさんから出た初の 4K 液タブアーティストプロ 16TP のレビューでした。公式限定グッズも発売中です。ぜひゲットしてください。ヤキマイルのお絵かきチャンネルではお絵かき関連の動画をアップしています。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。では